皆さんこんにちは。今回は愛犬ジェマに起きた災難と保護犬のジェマがスウェーデンに来るまでの過去の話、動物病院でかかった金額も大公開です。普段は北欧に暮らす私たち家族の様子を動画にしています。どうぞ最後までご覧ください。新居に越してきて2週間くらい経った頃、かわいそうブライアン。新しいこのエリアにも慣れ元気いっぱいのジェマだったんですが、私たちが今いるのは動物の救急病院。まだ外は明るいんですが、実はこれ夜の10時半頃の映像。ジェマが出血しているのを見つけ、24時間やっているこちらの救急外来にやってきました。待ち時間がどれくらいかかるかわからないということで、ブライアンも一緒です。ジェマが手術してもらえるまで数時間待つかもとヨハンから連絡が来たので、ブライアンと車の中で待とうと思います。そしてジェマの手術が終わったのは午後2時頃。 What happened? So apparently the wound went in under the skin, Oh my goodness. so she needs this drainage. And we need to go and get painkillers tomorrow. And we need to get some cleaning stuff for the wound. And she did 3 stitches. 傷が見た目よりも深かったようで、縦に3針縫ってもらいました。ジェマはこの時薬で朦朧としていたので、後部座席に一緒に座って帰ります。3時頃家に到着。ジェマは立つだけでいっぱいいっぱい。私たちもヘトヘトだったので、このままこの日は寝ようと思います。次の日の朝、ジェマの声で目が覚めると、ヨハンが下で寝ていました。そしてこの日はブライアンだけ違う部屋で寝ていたので、朝になって再会です。そしてこのままお庭に連れて行きたいと思います。この角度からだと傷口が見えないのでモザイクをかけていないんですが、海がたまらないように管が傷口の上下から出ています。ブライアンもジェマの不調に気づいてか、慎重にジェマの様子を伺っています。薬が切れて意識がはっきりしているので、いつもの半分くらいのご飯をブライアンと一緒に食べます。そして今ジェマが着ているのは、ブライアンが去年手術した時に使った術後用の洋服があったので、サイズは少し大きいんですが、これを着せることで怪我の部分を保護しようと思います。ワンちゃんは体中どこでも舐めることができるので、怪我をするとこうやってエリザベスカラーをつけて傷を舐めないように気をつけます。痛み止めを5日間飲むのに加え、定期的に傷口の消毒をしてくださいとアドバイスをもらいました。あとは安静にして治癒を待つのみです。これは私たちが初めてジェマに会った時の映像。去年の秋、保護犬だったジェマは私たちに引き取られ、ルレオにやってきました。ジェマはもともとアイルランド出身。妊娠している状態で路上で生活しているところを保護され、
最終的にスウェーデンまでやってきました。ジェマの正確な犬種や生年月日、どれくらいの期間路上で生活していたかなど、保護される前のことは誰にもわからないんですが、獣医師さんの判断では若くして妊娠したと考えて 2,3 歳くらい、犬種はグレイハウンドとのミックス犬かなと考えています。音にも敏感で怖がりなんですが、性格はとても優しくて落ち着いた女の子です。今ジェマがなんで怪我したか、ちょっと何が原因だったかを探求すべく見回りをしています。なんか釘とかがもしかしてどっかから出てるのかなっていう感じで、家の中と外をいろいろ見ています。ブライアンもとってもいい子で、本当は一緒に遊びたいんだけどちょっと遊ばせることができないので、絶対安静だねジェマさんね。いいお兄ちゃんだね。いつもだったら家の中でも外でもこんな感じで激しく遊ぶのが好きな2匹なので、ジェマの怪我が治るまでずっとできるかなと少し心配だったんですが、ブライアンはジェマの痛みが理解できるのか、ジェマが回復するまで辛抱強く静かに過ごしてくれました。そしてジェマもいい子にしてくれていて本当に助かりました。怪我をしてから4日後、同じ動物病院に経過を見せに来て管を抜いてもらいます。1週間もするとすっかり痛みもなくなり、元気を取り戻してきましたと思っていたら、今日は8月1日なんですが、ヨハンは夏休みが終わり、今日から仕事に戻っています。はい、ご覧の通りジェマはすごく不安でいっぱいです。大丈夫？ジェマの怪我はだいぶ治ってきて、いるじゃん。明日8月2日にバスに行きます。なのでだいぶね良くなったんだよね。でも怪我の理由、原因はわからないままで、ブライアンも大丈夫？夏休みの間家族ずっと一緒にいたので、少しでも離れ離れになるのが寂しいジェマ。でもこれから少しずつ慣れていってもらおうと思います。ジェマ？そんなことを言っていたらジェマ元気に走り回っていました。怪我をして10日後、ジェマはこの日最後に抜歯をしてもらいます。 Is she okay? Yeah. That's with the wound. It's nice and clean. Can you open the... せっかく閉じた傷口も足で引っかいちゃうと傷口が開いちゃうかもしれないので、まあ数日間はこうやって洋服を着せて過ごしたいと思います。 So how is she looking right now? I think it's fine. She said it looks good. Mm-hmm. Continue cleaning it once a day. So this was the last visit. Last visit. Right? So now she's on the way to heal completely. Yeah. She said that we should keep her from scratching on the wound for another couple of days. そして前みたいにブライアンと一緒に散歩もできるようになりました。最後になるんですが、今回の治療費の合計は13万円。ペット保険に入っているので保険が9万円分降りて自己負担額は4万円でした。皆さんは自分や家族が思いがけなく怪我をしたり災害や事故に遭った時のためにシェアしていることや決まり事、備えていることはありますか？私はスウェーデン語でそういうシチュエーションにあることも今後あるかなと思うので、大切なフレーズをパニックになっている時でも伝えられるように普段から練習したり、パートナーにも自分がどうしたいか、もしくはどうしてほしいのかなどを普段から意思疎通しておきたいなと思いました。
そして8月7日はブライアンの誕生日。今年は誕生日に合わせて初めてケーキを焼きたいと思います。それでは来週もぜひ見に来てください。ヘイドー。